中国周君。春の雨が静かに上がり、柔らかな朝日が病院の窓から差し込んでいた。窓の外では、庭に咲いた梅の花がほのかな香りを漂わせ、小鳥たちが楽しそうにさえずっている。その穏やかな朝、一人の男の子が元気な産声を上げた。おめでとうございます。元気な男の子ですよ。助産師の声に、母親の瞳から一筋の涙がこぼれる。ありがとう、生まれてきてくれて、本当にありがとう。父親は小さな命をそっと抱き上げた。赤ちゃんはまだ目も開けないまま、小さな手をぎゅっと握りしめている。その手を見つめながら、父親は静かに微笑んだ。ようこそ。この家へ。それだけの言葉だった。しかし、その短い一言には、限りない愛情が込められていた。しばらくすると、祖父母が病室へ入ってきた。祖母は赤ちゃんを見るなり目を細め。なんて優しい顔をしているのでしょう。と頬を緩ませる。祖父は何も言わず、小さな命を胸に抱いた。そして、病室の棚に置かれていた一冊の古い本を手に取る。長年、大切に読まれてきたその本の表紙には、静かに2文字だけ記されていた。論語。祖父は表紙をそっと撫でながら言った。これは、おじいちゃんが若い頃から何度も読み返してきた本なんだ。父親も静かにうなずく。祖父は赤ちゃんを見つめながら、本をゆっくり開いた。この本を書いた孔子先生は、人として一番大切なことを教えてくださった。そして静かにその一節を読んだ。己の欲せざるところは、人に施すことなかれ。病室は静まり返る。祖父は優しく続けた。自分がされたくないことは、人にもしてはいけない。たったそれだけのことのようでいて、一生かけても学び続ける教えなんだ。赤ちゃんは眠ったまま、小さな指をゆっくり動かした。祖父はその手をそっと包み込む。強い人にならなくてもいい。偉い人にならなくてもいい。人の話を最後まで聞ける人になってほしい。違う考えの人とも笑顔で語り合える人になってほしい。母親は涙を拭いながら小さくうなずいた。誰かの幸せを自分のことのように喜べる人になりますように。父親も赤ちゃんの寝顔を見つめながら願った。人と人を結び、争いよりも対話を選べる人になりますように。その時だった。赤ちゃんは父親の指を小さな手でぎゅっと握った。病室いっぱいに優しい笑い声が広がる。窓の外では、一羽の白い鳥が青空へ向かって羽ばたいていった。遠く天上界では、6色の光が静かにその様子を見守っていた。金色の光が、春風のように穏やかに揺れる。6年後。春風が吹く午後。近所の公園では、子供たちの元気な声が響いていた。ところが、一枚の凧をめぐって二人の男の子が言い争いを始める。僕が先に使ってたんだ。違うよ。僕が借りたんだから。どちらも譲ろうとしない。周りの子供たちも困った顔で見つめていた。その様子に気づいた周君は、慌てて止めに入ることはしなかった。まず二人の前にしゃがみ、穏やかに言った。一人ずつ話を聞いてもいい？二人は少し驚いたものの、それぞれ最後まで自分の思いを話した。周君は途中で一度も口を挟まなかった。すべてを聞き終えると、にっこり笑った。二人とも、たこ揚げが大好きなんだね。二人は照れくさそうにうなずく。だったら、どっちかだけが悲しい気持ちになる方法じゃなくて、二人とも笑顔になれる方法を考えよう。少しだけ考えてから、周君は言った。前半は君が使って、後半は君が使ったらどうかな。
二人は顔を見合わせた。やがて、一人が笑った。それ、いいね。もう一人も笑顔でうなずく。じゃあ、それで決まり。子供たちは再び元気な笑顔に戻った。少し離れた場所で見守っていた祖父は、静かに微笑んだ。あの子は、人に勝つ子ではない。人と人を結ぶ子になる。春風が梅の花びらを空高く舞い上げる。その花びらは光に包まれながら、まるで天へ届くように舞い続けた。遥か天上界。円形神殿の柱の間から、その光景を静かに見つめる一人の神がいた。孔子は何も語らない。ただ穏やかに微笑み、小さくうなずくだけだった。その眼差しには、時代を超えて受け継がれる一つの願いが宿っていた。思いやりの心は、人から人へ、そして未来へと受け継がれていく。その願いは、まだ幼い柊君の胸の中で、小さな光となって静かに輝き始めていた。インド・プリアンカーちゃん。朝焼けがゆっくりと空を染め始める頃。色鮮やかな花々が風に揺れ、小鳥たちが楽しそうにさえずっていた。その穏やかな朝、一人の元気な女の子が産声を上げた。おめでとうございます。元気な女の子ですよ。母親は涙を浮かべながら、小さな命を胸へ抱き寄せた。生まれてきてくれて、ありがとう。父親も優しく赤ちゃんを抱き上げる。ようこそ。私たちの家族へ。しばらくすると祖父母も病室へやってきた。祖父は、小さなお釈迦様の御像を棚へ置き、家族みんなで静かに手を合わせた。父は静かに祈る。祖父は穏やかに微笑んだ。お釈迦様は、すべての命は等しく尊いと教えてくださった。その教えを、この子にも伝えていこう。その頃、遠く天上界では、金色の光が静かに輝いていた。6年後、学校からの帰り道。プリアンカーちゃんは、公園で一人ポツンと座っている女の子を見つけた。周りの子供たちは、その子を避けるように遊んでいた。家へ帰ると、プリアンカーちゃんは母に尋ねた。どうして、あの子は一人なの？母は少し悲しそうに答えた。昔から、この国には、一緒に遊んではいけないと思っている人が、まだ少しだけいるの。その夜、父は仏壇の前で手を合わせながら静かに言った。お釈迦様は、どんな家に生まれても、どんな仕事をしていても、人の命に違いはないと教えてくださった。だから、誰とでも差別なく同じように接することが、本当の優しさなんだよ。翌日、プリアンカーちゃんは、その女の子の前へ歩いて行き、笑顔で言った。一緒に遊ぼう。女の子は驚きながら尋ねた。私でも、いいの？プリアンカーちゃんは、にっこり笑った。もちろん。二人が手をつないで歩き始めると、周りの子供たちも少しずつ集まってきた。公園には、昨日よりたくさんの笑顔があふれていた。遥か天上界。円形神殿から、その様子を静かに見守る一人の神がいた。釈迦は穏やかに微笑み、小さくうなずく。その慈悲に満ちた眼差しには、一つの願いが宿っていた。慈悲とは、目の前にいる一人の悲しみに寄り添うことから始まる。金色の光は静かに輝き続ける。その光は幼いプリアンカーちゃんの胸の中で、小さな希望となって育ち始めていた。しかし、その未来を知っているのは、天上界で見守る四神と二人の女神だけだった。アメリカ、オバマ君。アメリカの青く澄み渡る空の下。一つの病院で、新しい命が誕生しようとしていた。病室には、父と母だけがいた。二人は敬虔なキリスト教徒であり、
互いの手を握りながら静かに祈り続けていた。神様。この子をどうかお守りください。母は痛みに耐えながらも、小さくうなずく。父はその手を優しく包み込み、励まし続けた。やがて、おぎゃー、おぎゃー。力強い産声が病室いっぱいに響いた。医師は笑顔で赤ちゃんを抱き上げる。元気な男の子です。父は思わず涙を流した。母も涙を浮かべながら、小さな命を胸に抱き寄せる。父と母は赤ちゃんを囲み、静かに頭を垂れた。神様、この尊い命を授けてくださり、ありがとうございます。二人は心から感謝の祈りを捧げた。母は赤ちゃんの方を優しく撫でながら語りかける。あなたは神様から私たちに授けられた大切な命。どうか、人を愛し、人に愛される優しい人になってください。小さな赤ちゃんは、その声に応えるように穏やかな笑顔を見せた。父と母は顔を見合わせ、幸せそうに微笑んだ。その日、この子はたくさんの愛に包まれながら、新しい人生を歩み始めた。6年後。元気いっぱいに成長したオバマ君は、自宅で友達とオンラインゲームを楽しんでいた。しかし、勝負が白熱するにつれ、互いに熱くなってしまう。それはずるいよ。ずるくなんかない。言い合いは次第に激しくなり、オバマ君は思わず大きな声を出してしまった。もういい。一緒に遊ばない。ゲームの電源を切ると、部屋は静まり返った。その様子を見ていた父は静かに部屋へ入ってきた。怒ることもなく、優しく隣に座る。オバマ。勝つことよりも大切なものがあるんだよ。続いて母も微笑みながら椅子に腰掛けた。イエス様はね、自分を愛するように隣人を愛しなさいと教えてくださったの。オバマ君はうつむいたまま黙って聞いている。父は続けた。本当に強い人は、相手を言いまかす人ではない。相手を許し、もう一度笑顔になれる人なんだ。しばらく沈黙が続いた。やがてオバマ君は小さくうなずいた。僕、謝ってくる。そう言うと、自分からゲーム機を手に取り、友達へ謝罪のメッセージを送った。ごめんね。また一緒に遊ぼう。送信ボタンを押した瞬間、オバマ君の表情には先ほどまでの怒りは消え、穏やかな笑顔が戻っていた。その姿を見た父と母も、静かに微笑んだ。その頃、遥か天上界では、4人の神と2人の女神が光り輝く泉の前に立ち、青い地球を見つめていた。キリストは優しく微笑みながら言う。小さな勇気が、大きな平和への第一歩になります。釈迦もうなずく。怒りを手放した心には、新しい光が宿ります。孔子は静かに微笑んだ。霊とは、人を思いやる心から始まります。ムハンマドも温かな眼差しで続ける。争いの後に和解を選ぶ者は、人々の希望となるでしょう。二人の女神も穏やかに見守っていた。女神メルケルは言う。世界は、このような小さな優しさの積み重ねで変わっていくのです。女神グレタも笑顔でうなずいた。地球の未来は、大人だけでなく子供たちの優しい心にも託されているのですね。その瞬間、天上界には柔らかな光が広がった。4人の神は知っていた。この小さな出来事が、やがて世界中の人々を結ぶ大きな使命への第一歩となることを。イラン・ダルビッシュ君。夕焼けに染まるテヘランの空。アルボルズ山脈の峰々は黄金色に輝き、街には穏やかな風が吹いていた。その日の病院には、一人の元気な男の子の産声が響いた。おめでとうございます。元気な男の子ですよ。日本人の母は、小さな命を胸に抱きしめる。その瞳から、喜びの涙が静かにこぼれ落ちた。ありがとう。元気に生まれてきてくれて、
本当にありがとう。イラン人の父は赤ちゃんをそっと抱き上げ、小さな額へ優しく口づけをした。そして静かに祈る。神よ。この子が、人を思いやり、正しい道を歩める人になりますように。どうか、お守りください。その声は静かだったが、父親の深い愛情が込められていた。しばらくして祖父母も病室へやってくる。祖母は赤ちゃんの小さな手を包み込み、目を細めた。なんて力強い手でしょう。祖父は優しく微笑みながら言う。強さとは、人より力があることではない。弱い人を守れることが、本当の強さなのだ。父は静かにうなずいた。この子にも、その心を伝えていこう。その時、母はバッグの中から、小さな布のお守り袋を取り出した。淡い藍色の布で丁寧に縫われた、日本から持ってきたお守りだった。日本を出る日に、おばあちゃんが持たせてくれたの。この子が元気に育ちますようにって。父はその小さなお守りを両手で受け取り、大切そうに赤ちゃんの枕元へ置いた。家族の願いは、国が違っても同じなんだね。母は微笑みながらうなずいた。ええ。子供の幸せを願う気持ちは、世界中のお父さんもお母さんも同じよ。赤ちゃんは眠ったまま、小さく指を動かした。まるで、その願いに応えるようだった。病室には、温かな笑顔が広がっていく。その頃、遠く天上界では、青い光が静かに輝いていた。6年後。朝の食卓には、日本の母が握った小さなおにぎりと、父が作った温かなイランの家庭料理が並んでいた。湯気の立つスープからは、優しい香りが漂う。母が笑顔で尋ねる。今日はどっちから食べる？ダルビッシュ君は目を輝かせて答えた。もちろん、両方。父は思わず笑った。欲張りだな。ダルビッシュ君は胸を張る。だって、日本もイランも、どっちも僕の大切な家族だから。父と母は顔を見合わせ、嬉しそうに微笑んだ。二つの文化は、この家ではごく自然に一つになっていた。午後、公園では子供たちが元気よくサッカーをしていた。突然、一人の年上の男の子が、小さな子からボールを取り上げた。小さな子はうつむき、今にも泣き出しそうだった。その様子を見たダルビッシュ君は、迷うことなく駆け寄る。しかし怒鳴ることはしなかった。小さな子をかばうように立ち、静かに言う。この子、泣きそうだよ。年上の子は黙ったまま見つめ返す。ダルビッシュ君は続けた。僕だったら、そんなことをされたら悲しい。そしてじっと相手の目を見つめた。しばらく沈黙が続く。やがて年上の子は視線を落とし、黙ってボールを差し出した。ごめん。小さな子は笑顔になった。ダルビッシュ君も笑って言う。ありがとう。今度はみんなで一緒に遊ぼう。三人は同じボールを追いかけ、夕暮れの公園には再び笑い声が響いた。その夜、父はダルビッシュ君の肩に優しく手を置いた。今日のお前は、とても勇気があった。少し間を置いて続ける。でも、本当に強い人は、力で相手を任す人じゃない。相手の心まで変えられる人なんだ。母も優しく微笑む。困っている人に最初に手を差し伸べられる人が、一番強い人なのよ。ダルビッシュ君は二人の言葉を静かに胸へ刻んだ。窓の外では、一羽の白い鳩が夕焼け空へ向かって羽ばたいていく。遥か天上界。円形神殿から、その光景を静かに見守る一人の神がいた。ムハンマドは穏やかに微笑み、小さくうなずく。その優しい眼差しには、一つの願いが宿っていた。勇気とは、強いものになることではない。弱い者のために立ち上がれる心のことだ。青い光は静かに輝き続ける。その光は、
幼いダルビッシュ君の心の中で小さな希望となって育ち始めていた。やがてその希望は多くの人を守る大きな勇気へと変わっていく。しかし、そのことを知る者は、まだ天上界の四神と二人の女神だけだった。ロシア・ウリツカヤちゃん。白い雪が静かに降り積もる、ロシアの冬。街は雪化粧に包まれ、教会の鐘の音が澄んだ空へ響いていた。その日、一つの病院で新しい命が誕生しようとしていた。病室には父と母だけがいた。二人はロシア正教の信徒であり、神への祈りを大切にする夫婦だった。父は母の手を優しく握りながら静かに祈る。神様。この子をどうかお守りください。母も痛みに耐えながら、小さく十字を切った。やがて、おぎゃー、おぎゃー。病室いっぱいに元気な産声が響いた。医師は笑顔で赤ちゃんを抱き上げた。元気な女の子ですよ。父の目には涙が浮かんだ。母は赤ちゃんを胸に抱き寄せ、その小さな手を優しく握る。父と母は静かに頭を下げ、神へ感謝の祈りを捧げた。神様、この尊い命を私たちに授けてくださり、本当にありがとうございます。母は赤ちゃんの方を優しく撫でながら微笑んだ。神様。どうかこの子が、人を愛し、人に希望を与えられる優しい子に育ちますように。赤ちゃんは安心したように小さく微笑んだ。その笑顔を見た父と母も、思わず顔を見合わせて笑顔になった。こうして、一人の小さな命が、たくさんの愛に包まれて人生を歩み始めた。6年後。雪が溶け始めた春の日。6歳になったウリツカヤちゃんは、公園で遊んでいた。その時、一羽の小鳥が地面で羽を震わせているのを見つけた。近寄ってみると、小さな羽に細い枝が絡まり、飛べなくなっていた。かわいそう。ウリツカヤちゃんは驚かせないように、そっと膝をついた。大丈夫だからね。優しく話しかけながら、小さな指で枝を一本ずつ外していく。しばらくすると、枝はきれいに外れた。小鳥は羽を何度か動かし、元気よく空へ飛び立った。その姿を見送るウリツカヤちゃんの顔には、自然と笑顔が広がっていた。そこへ父と母が歩いてきた。助けてあげたんだね。父が優しく尋ねる。ウリツカヤちゃんは照れくさそうにうなずいた。困っているのを見たら、そのままにはできなかったの。母は優しく娘を抱きしめた。神様はきっと、その優しい心を喜んでくださっているわ。父も微笑みながら言った。人は強いから偉いのではない。困っている人や小さな命に手を差し伸べられる人こそ、本当に強い人なんだよ。ウリツカヤちゃんは青い空を見上げた。その空には、小鳥が楽しそうに羽ばたいていた。もう苦しまなくていいんだね。その一言には、小鳥への優しい願いが込められていた。父と母は、そんな娘の姿を誇らしそうに見つめていた。その頃、遥か天上界。光り輝く泉のほとりで、4人の神と2人の女神は静かに地球を見つめていた。キリストは優しく微笑んだ。人を思いやる心は、小さな行動から育っていきます。釈迦もうなずく。慈しみの心は、すべての命を大切にすることから始まります。孔子は穏やかに言った。優しさは、人と人とを結ぶ最も美しい霊です。ムハンマドも静かに続ける。命を大切にする者は、神から授かった世界も大切にするでしょう。女神メルケルは微笑みながら言った。世界には、この子のような優しさがもっと必要ですね。女神グレタも青い地球を見つめながらうなずいた。一人の小さな優しさは、やがて世界を変える大きな希望になります。その瞬間、天上界には柔らかな光が広がった。4人の神と2人の女神は知っていた。この小さな少女もまた、
未来の地球に大切な光を届ける存在になることを。こうして世界の5つの国に生まれた5人の子供たちは、それぞれの愛に包まれながら成長していった。まだ誰も知らない。やがてこの5人が天上界で出会い、世界の未来を変える大きな使命を担うことになるとは。